現在ネックマウントに取り付けをいたしまして、内蔵マイクの方を使ってですね、撮影の方をしているんですけれども、歩行撮影ですね、するときには60フレームよりも30フレームの方が手ブレ補正の効きはいいので、4K で手ブレ補正が使えない、外部マイクが使えないということなので、ちょっと考えてるんですよね。はい、皆様こんにちは。本日はいいテクノロジー E4K を使いまして撮影の方を行っていきたいと思いますけれども、こちらのカメラの方を使った理由といたしましては、現在ですね、手持ちの、たまりにたまりました中華アクションカメラの方をですね、ちょっと整理しようかなと思いまして、残そうかどうしようかというふうに考えているカメラをですね、ネックマウントの方に取り付けまして、手ブレ補正能力の方と映像の方をちょっと見ていこうかなというふうに思っているんですよね。で、現在ネックマウントに取り付けをいたしまして、内蔵マイクの方を使ってですね、撮影の方をしているんですけれども、写りに関してはですね、なかなか良さそうかなというふうには今まで撮影してきて感じてはいるんですけれども、いかんせんですね、手ブレ補正の方が機種が古いので、弱いと。そして残念なことにですね、このカメラは 4K の解像度で撮影をいたしますと、手ブレ補正残念なことに使えないんですね。なので、現在は 2.7K で撮影の方をしております。2.7K 以下の解像度で撮影をいたしますと、手ブレ補正の方を使えるんですけれども、2.7K、現在30フレームで撮影をしておりますが、こちらがですね、30フレームで撮影をいたしますと、このカメラ、結構、画角の方が60フレームで撮影するよりも狭くなってしまうんですよね。で、狭くなってしまうと映像の方が拡大されてしまって記録されるんですけども、そうするとボケボケ映像になりやすいんですよね。そこがちょっと残念かなと。で、ただですね、60フレームで撮ればいいじゃないかと思われる方多いと思うんですけれども、当然私も60フレームで撮影をしたんですが、手ブレ補正能力がガクッと落ちるんですよね。ですから30フレームの方でこういったですね、ネックマウント、歩行撮影ですね、するときには、60フレームよりも30フレームの方が手ブレ補正の効きはいいので、設定の方そのようにしているんですけれども、ただ今まで使ってきて思ったのはですね、今まで使った、内容というのはジンバルに固定をいたしまして、手ブレ補正をオフにしてジャイロフローをかけて撮影をすると、これがですね、手ブレ補正と画質ともにですね、両立させた一番お気に入りの撮影と編集方法なんですけれども、今回こちらの、ジャイロフローは使っておりませんし、ちなみにジャイロフローといいますのは撮影をした後の映像に手ブレ補正をかける専用のソフトウェアなんですけれどもね。で、今まで感じたこと、こちらの、そのまま内蔵の手ブレ補正をですね使いまして撮影をして感じたことというのはですね、横揺れ、こうですね、こちらのこういった動きに関しては補正の幅が狭いかなというふうに感じるんですよね。そうなるとですね、歩いていると映像がですね左右にちょっと
振られると言いますか、揺れると言いますか、そういう映像になってしまいがちなのではないかなと感じているんですけれども、こちらのネックマウントの方を使っての撮影はですね、どんな感じに映るのかというのは気にかかっておりましたので、今回ですね、撮影で使ってみました。現在ですね、Wi-Fi に接続いたしまして、スマホのモニターでちょろっと映像の方を確認しながら歩いてきたんですけれども、どうでしょう。ちょっと小さいモニターでは、その揺れの部分までは確認できないですね。そこそこ揺れているのかもしれませんが、それはこのカメラの内蔵手ブレ補正の能力ということで諦めるしかないんですけれどもね。いやー、ひとまずどうしましょうかね。こちらのカメラ手元に残しておきましょうかね。それとも整理してしまいましょうかね。このカメラで外部マイクが使えればですね、十中八九残していたと思うんですけれども、外部マイクが使えないんですよね、このカメラね。4K で手ブレ補正が使えない、外部マイクが使えないということなので、ちょっと考えてるんですよね。あと手ブレ補正の方が要するに、弱いと。何年前だろう。確かこれはGoPro のヒーロー4が出た当時に、発売された機種だと思いますので、今13ですから4となりますと9年前ですか。約8年9年ぐらい前に発売された機種だと思いますのでそれでもですね、現在結構撮れていると、いい映像を撮れていると思いますので、現在ですね、所有している中華アクションカメラだけですと、だいたい10台ぐらいなんですね。で、そのうちのだいたい4台ぐらいまで絞りたいなと。で、6台はですね、ちょっと整理してしまおうというふうに思っているんですよね。参考映像を撮りに来ましたので、そんなに長い時間撮っているつもりはないんですけれども、どういたしましょう。帰宅してですね、今回の映像の方を確認してみてですね、手ブレ補正能力の方がちょっとこれは見るに耐えないかなというふうに感じましたら整理の方に回したいと思います。その他の候補のカメラといたしましては、以前にちょっとちらっとお話ししたんですけれども、まず残すというふうに決めているカメラはですね、XTU Max Pro というものと、あと XTU S3 ですね。こちらの2台は十中八九、ほぼ 99% 手元に残そうというふうに思っているカメラなんですけれども、あとはこちらのカメラになるんですけれども、残そうかなと思った理由といたしまして、一般的な中華アクションカメラよりもですね、画角の方が広く撮れるということと、あと画質はですね、4K で撮影をいたしますと、これがまたかなりの解像感の方がありますので、残しておきたいなというふうに思ったんですよね。あとですね、それにプラスいたしまして、もし仮にですね、手ブレ補正の方が、内蔵手ブレ補正の方が、必要十分というふうに感じるぐらい、
これは私の主観が大きいんですけど、使えればという点と、あと外部マイクですねが使えれば、まず間違いなくこちらの方も残しておいたと思う機種なんですよね。さあ、そんな感じでですね、ちょっとぐるっと一回り歩いてきましたけれども、映像の方はですね、どのくらい安定しているかなというところ気になりますので、これからですね、帰宅いたしまして、確認いたしまして、決めようかなというふうに思っております。というわけで、本日はこの辺で動画の方終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。